すごい大きくなったな。これなんなん？これな、ベルガモット。これさ、去年の秋にな、見切り品でなんかちょっと弱々しい苗やったんやけど、買ってきてこの鉢に植えたらな、春になったら真剣でっかくなった。これこのベルガモットという植物は耐寒性のある多年生のシソ科の植物です。育てる時の環境は日当たりが良い場所、もしくは1日のうちに数時間日向になるような半日陰の場所を選んで育てるといいと思います。水はけが良く、とても肥料成分が入った肥沃な土地を好みます。このベルガモットは成長する季節に肥料切れを起こすと株が枯れてしまうかもしれないぐらい、とても肥料が大好きな植物です。水はけがいい土を好むんですけども、非常に乾燥には弱い植物です。土の様子をチェックしながら、土が乾燥しすぎないようにその都度水をしっかりとあげるようにしましょう。乾燥を嫌う性質というのは、逆に言えばある程度湿り気が常にあるような状態を好みます。ですので、日向に鉢を置く場合は常に土の様子を見ながら、乾きすぎていないかどうかをきちんと見てあげるのが上手に育てるポイントかと思います。枯れ草マルチをするために、枯れ草を干しているゾーンですね。ここから枯れ草持っていって、ベルガモットにマルチしてみます。もし日向にしか置く場所がない場合は、土の上から藁とか雑草マルチのようなもの、こういったもので土の表面が乾きすぎないように、きちんと何かで覆ってあげるようにすることがおすすめです。植木鉢なんで、場合によっては場所を変えてもいいかもしれないですね。場所を変えていきながら良さそうな場所を探すっていうのも、植木鉢ならではのやり方。もし半日陰、1日のうちに数時間程度の日が当たるような場所でしたら、風通しのいい場所でないと株の元が蒸れてしまったりする可能性がありますので、ある程度風通しのいい場所を選んで置いてあげるようにしましょう。当時の植え付けた時の土の配合は、一般的な元肥の入った培養土が5、赤玉の小粒を3、油かす入りの堆肥を2、
有機石灰肥料、有機石灰を少々と、あとは化成肥料を少々。耐寒性のある多年生の植物だっていうことで、ちょっとこの寒い時期に植えてみようということで試してやってみたんですけども、植えてからね11月12月1月とだいぶなんかこう小さくなっていったというか、もともとあった葉っぱがだんだんこう黄色くなったりで、最後黒くなって茶色くなって枯れていったりと、地上部分はね全部枯れることはなかったんですけども、だいぶなんかこうちょっと小さくなってきたんですけども、春になってですね、この3月ぐらいからすごくこう芽が伸びてきました。ですんでね、しっかりとね土を作って植え付けてあげるとちゃんと耐寒性もあるんで、育ってくれるようになりました。花の時期はだいたい6月下旬から8月の下旬ぐらいまでの間、このくらいが花が咲く季節なので、それまでの間にね、しっかり水切れをさせずに育てていきたいなというふうに思います。また花の咲く時期にお知らせできればなというふうに思います。